留学生の皆さん、こんにちは。これは日本で働きたい皆さんのために作ったビデオで、ゼロから日本の就職活動について説明します。ぜひ最後まで見てくださいね。就職活動を始める前に、まず日本で働くために知らないといけないことは何か。今日は2つの大事なことを教えます。1つ目は日本で働くための在留資格、簡単に呼ぶとビザのことです。2つ目は仕事を探すためのタイミングと方法に関わる就活スケジュールです。これは就職がうまくできるかできないかに関わるとても大事なことです。まずビザのことから詳しく見てみましょう。日本で働くために就労ビザが必要です。皆さんが今持っている留学ビザだと許可をもらっても週に28時間までのアルバイトしかできないので、これから正社員として日本で働きたければ勉強するための留学ビザから働くための就労ビザに変えることが必要です。就労ビザはいろいろな種類がありますが、一般的には技術、人文知識、国際業務で就職をする留学生が多いです。短く呼ぶと技人国です。技術、人文知識、国際業務の仕事内容は3つのカテゴリーに分けられています。技術はいわゆる理系の分野の仕事、例えば IT 系、エンジニア、研究職、建築の施工管理、その他の自然科学の分野などです。人文知識は文系の分野の仕事、例えば法律学、経済学、社会学などを勉強して経営企画、経理、総務、人事という事務系の仕事、または営業、商品企画などの仕事をすることです。最後に国際業務は外国人特有の知識や文化を必要とする仕事、例えば通訳、翻訳、海外マーケティング、海外貿易、技能実習生の管理などです。技人国を取得するために一番大事なことは、仕事の内容が大学で勉強した分野、専門と関連性があることです。なので皆さんは仕事を探すときに自分が勉強していることを活かせる仕事、関連性がある仕事から探してみるといいでしょう。そうすればビザ申請のトラブルもなく、働けない仕事を探す無駄な時間もなくせますよ。次の大事なことは就活スケジュールです。海外と違い、日本の企業の多くは採用期間を決めています。そして学生もどの時期に何をするか、就活のためにどのように動けばいいかが決まっています。それが就活スケジュールというものです。スケジュールを知らないと仕事を見つけるのが難しくなります。全体の流れを知っておき、早めに準備しましょう。では、このスケジュールを見てください。就活は卒業の1年半前から始まります。聞き間違いではないです。そうです。日本で仕事を探すのは卒業の1年半、18ヶ月前からスタートします。つまり大学の場合、3年生から始まります。3年生のうちに自己分析、企業研究、またはインターンシップに参加すると良いです。次に2月から企業説明会が始まります。これは企業と話せ、情報を集められる機会なので、積極的に参加しましょう。最近はオンライン企業説明会も多くなってきました。自分でスケジュールをきちんと管理しましょう。情報をたくさん集めて入りたい企業が決まったら、エントリーシートや履歴書を出します。
書類選考が合格したら、試験や面接を受けます。面接は2回から3回あるところが多いです。面接がうまくいったら内定をもらえます。つまり、あなたを採用するということです。流れをまとめると、一般的に2月から書類を提出し始めて、5月から9月に内定をもらえるということです。中小企業の場合は、時期に関係なく募集しているところもありますが、3月の時と比べると企業数が少なくなりますので、早めに動いた方がチャンスが多いです。そして12月から在留資格変更の申請ができます。結果は2月から3月中に届きます。就労ビザを受け取り、4月に入社して社会人の生活が始まります。これが日本の就活スケジュールです。18ヶ月間の長い戦いなので、一人では大変なことです。しかし、安心してください。Don't worry。就活に出遅れた留学生もグローバル愛知はしっかりとサポートしています。例えば、スケジュールを知らなくて就活が遅れてしまったあなた、あるいは卒業前に仕事が決まらなかったあなた、また卒業してから仕事を探そうと考えているあなたにも紹介できる企業がたくさんあります。一人で悩まないで、私たちグローバル愛知に相談してください。以上、ビザと就活スケジュールの説明でした。皆さんがスムーズに就活できるように、実際にどうやって就活を始めればいいか、履歴書はどうやって書くのかなど、続きのビデオも用意しています。続きのビデオを見たい方は、この QR コード、または下のリンクからグローバル愛知の LINE を友達追加してください。私たちグローバル愛知は、全国の留学生が日本で就職できるようにいろんな支援をしています。ビデオだけでなく、キャリアコンサルティングも仕事の紹介もできますので、まず LINE で相談してください。日本での就活を頑張りましょう。LINE の友達追加をお待ちしております。